皆さんこんにちは、フーディーボーイです。名古屋、沖縄、仙台に続いて今回は福岡旅行でおすすめのお店シリーズです。今回は本当に福岡に行く人は必見の動画です。皆さん福岡といったら豚骨ラーメンとか一口餃子の B 級グルメのイメージしかない人もいるんじゃないですか。実はそれだけじゃないんです。というかむしろ福岡は高級寿司店とかも多くって美食天国です。今回はめっちゃ高いけどこれだけのために福岡に行く価値があるっていう名店から B 級グルメ系のお店まで幅広く紹介していきたいと思います。予算に限りある人でもぜひ最後まで見てってくださいね。損はさせません。動画の中身に入る前にもっと今回のような動画見たいなとかこのチャンネルを応援したいって思ってくれた人はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではお店を紹介していきます。まず1軒目は照寿司さん。こちらはサムネを見ただけで分かったっていう人もいると思います。知らない方のために簡単に紹介すると、インパクトのある映える寿司が売りで世界的に有名なお寿司屋さんです。どれぐらい有名かっていうとニューヨークタイムズにも載っていたりだとか、日本の料理人の中では一番インスタのフォロワー数が多いっていうぐらい有名らしいです。ちなみにこちらは予算1人4万円から5万円する超高級店です。インスタ映えするのと知名度と価格がすごいっていうのは分かったけれども、一番肝心な実際にそれに見合う価値があるのかというの気になってると思うんですけど、私は結論それはイエスだと思いました。むしろこのお店に行くためだけに福岡旅行するだけの価値があると思います。そう思った理由は3つあります。1つ目の理由がでかいだけじゃなくって最高級の素材を使ってるからです。例えばこちらのクエなんかは25キロ級のクエでして脂が超乗ってる上にしっかり2週間寝かせてます。また分厚いこちらのうなぎは天然のものを使っていたりだとか、こちらのカツオはですね大トロのようなスマガツオで酸味や鉄分が少なく感じて非常にまろやかなものです。またトロ、ウニ、キャビアの巻物なんかはなんといきなり出てきちゃいます。でまた2つ目の理由なんですけれども、イノベーティブで真新しい美味しさがあると思ったからです。例えばどんなものが出てくるかというと、カラスミをトリュフのようにスライスしてカツオと合わせてくれたりしました。主張の強い2つなんですけれどもぶつかり合うことなく相性抜群でびっくりしました。他にはワタリガニとイクラを合わせてたものも意外にも旨味爆弾という感じで相性良かったです。あとは超名物のこちらのうなぎバーガー。これは天然のうなぎを両面パリパリに焼いた上で最高級の海苔に包んで香ばしさがもうマックスで最高でした。うなぎバーガーについては自宅で再現するっていうレシピ動画も過去に投稿しているので、よかったらそちらも概要欄から見てみてください。照寿司さんと比べて70点ぐらいは出せたんじゃないかなと思ってます。最後に3つ目の理由なんですけれども、美味しいだけじゃなくって楽しいエンタメ性があるからです。もはや世界的に有名となっているこのお決まりのドヤ顔と手渡し、これを毎回欠かさないパフォーマンスは純粋に楽しかったです。日本刀みたいな包丁を使った調理の演出っていうのも見ててなんか妙に気持ちいいですね。しかもシャッターチャンスはちゃんと全員に必ず提供してくれるっていうのをやってくれてて、これもまたいいですね。お土産とかもあって食事じゃなくて体験を売ってるっていうことを店主さんおっしゃってたんですけれども、それも納得のエンタメ性でしたね。全部でつまみ11品、握り13貫とデザート2品という感じで、食べ物は3万円プラス税金とサービス料です。1回の食事としては信じられないぐらい高いと思う方もいらっしゃると思いますが、一生の思い出になりますし僕は大満足でした。こちらはどんな料理が出てきたのか全メニュー紹介する動画を別でまた投稿したいと思います。照寿司についてもっと詳しく知りたい人はチャンネル登録してその動画が出るのを待っててくださいね。2軒目は天ぷら竹内さん。こちらはどんなお店かと言いますと、全国の天ぷら屋さんの中でもコスパが最強クラスのお店です。ネタを1個ずつ揚げてくれてカウンター越しに提供されるいわゆる高級な天ぷら屋さんのスタイルです。食べログ上の点数は 4.0 で全国の天ぷら部門では14位と高評価のお店です。でこちらのお店何がすごいかと言いますと、とにかくコスパがいいです。具体的にメニューは5000円、7000円、9000円の3種類が昼と夜共通になってます。価格が高くなれば刺身や寿司などの一品料理が増えていくっていう形なんですけれども、なんと天ぷらはですね一番安い5000円のコースでも全く同じものを出してくれます。僕はランチで行きましたので
夜のことも考えて5000円のコースにしてみましたが、それでも量は大満足でした。5000円のコースだと天ぷらのみと聞いてたんですけれども、イクラと白子が入った茶碗蒸しまで出てきて、いい意味でびっくりしました。むしろ7000円以上のコースは相当お腹を空かせていかないと食べきれないんじゃないかなと思いました。で、肝心な天ぷらのクオリティなんですけれども、こちらも最高にいいです。具体的にどんな感じかと言いますと、衣は薄くてサクサクしていて、中の素材の水分がですねしっかり残っていて、しっとりとしているのが全体的な特徴ですね。その特徴もあってか、素材の旨味がすごくよく感じられます。特にすごかったのがこちらの甘鯛を鱗ごと揚げた天ぷら。鱗はカリカリなんですけれども、身はしっとりとしてて、食べるとふわっと旨味を感じます。こちらは予約方法については電話で OK です。で、予約は立地のせいもあってか比較的取りやすいです。私は2週間ぐらい前に連絡して運よく予約が取れました。博多駅近辺から30分ほどかかる場所にあって、少しアクセスは悪いんですけれども、博多に行くからにはちょっと遠くてもわざわざ行く価値が絶対にあると思います。なので博多に行く方でも、博多に住んでるけど行ったことないっていう方でもぜひ行ってみてください。こちら損はしないと思います。3軒目のお店はカオスさん。こちらはどんなお店かと言いますと、知る人ぞ知る人気急上昇中でコスパが最強の少量多品種系のモダンチャイニーズのお店です。夜のメニューは8000円のコースのみで全部で11品ぐらい出てきます。その中には高級食材も含まれてますが、それで8000円なのですごいお得だと思います。店の名前ごとく混沌カオスですね。これをテーマにして中国料理がベースだけれども、和食やフレンチ、イタリアン、エスニックなどの食材や技法を駆使しているそうです。特に美味しかった料理がですね、フカヒレの姿焼き。これはですね、フカヒレをソテーして、その上にズワイガニの卵とあんかけをかけたものです。普通はフカヒレといったら姿煮なんですけれども、ソテーすることで香ばしさが出てめちゃくちゃ美味しかったです。個人的には姿煮よりも好きかもしれません。他にもアワビの春巻きは大好きでした。こちらは食感がすごく良くて、パリッとした春巻きの中にもちっとしたアワビがあって、さらにとろっとした肝ソースが入ってます。なのでいろんな食感が混ぜ合わさっている上に肝のソースが中に入っているのもあって、味わいがすごく濃厚でお酒のあてには最高です。また締めに食べたからすみチャーハン、こちらもですね、からすみの旨味が濃厚で、締めなのにめっちゃお酒に合うチャーハンです。エビやキノコなどの具材もゴロゴロ入ってて贅沢な味わいでした。全体的にこちらのお店は酒飲みの人にはたまらないなっていう印象がありました。予約方法は私は運よく数日前ぐらいに電話して予約できたんですけれども、ただどんどん人気が出てるらしいので、今後は予約がすごく取りづらくなるかもしれませんのでご注意ください。今はまだ知る人ぞ知るお店っていう感じなので、福岡住んでる人とか直近で福岡行く予定がある人はぜひこちら行ってみてください。4軒目のお店はもつ鍋山中。ここでようやく博多らしいお店を紹介します。もつ鍋といったらこちらの系列店が博多ではいくつも出てきて、地元の人にも旅行者にも有名な人気店です。鍋といったら大衆向けのお店っていう勝手なイメージがありますけれども、こちらの店内はすごくおしゃれで、デートでも全然使えるぐらいちょっと高級感があります。このお店の良かった点はスープがめちゃくちゃ美味しいです。どんなスープかというと、クリーミーで濃厚な味噌をベースにニンニクと辛みのパンチがめっちゃ効いてます。またもつはプルプルなんですけど、臭みがなくって油が全然しつこくないっていうことに僕はびっくりしました。その証拠になんですけれども、鍋がグツグツ煮えてった後もアクが全然出ないんですよね。おそらく新鮮で丁寧に処理されているもつを仕入れているからかなと思います。このお店はどんな人におすすめしたいかと言いますと、博多らしいものを食べたいよっていう人で、予算的には高級店まではいけないからちょっと予算抑えめのところがいいなっていう人におすすめです。価格帯がお手頃なのもあってか、予約はですね、変則的な時間帯だったら数日前でも取れるかなっていう感じなんですけれども、いい感じの時間帯だと結構前広に予約しないとすぐ埋まっちゃうって感じですね。5軒目は気分。こちらは天ぷらをつまみに白ワインが飲める超老舗の屋台です。天ぷらだけじゃなくておでんとか焼き魚もあります。料亭で調理されていたご経験もあるそうで、お料理は他の屋台とはレベルが違う美味しさです。天ぷらは2軒目の竹内さんよりもさらにお得な価格です。素材も揚げ方も屋台とは思えないぐらいいいクオリティです。それがたくさん盛り合わせで入ってて1600円なので、
すごくいいですよね。中洲で屋台に行くならまずはここで決まりですね。6軒目はカマキリうどん。こちらはどんなお店かと言いますと、博多では珍しい歯ごたえがしっかりしてて甘くない出汁のうどん屋さんです。博多っていうと柔らかい麺が売りのうどん屋さんが多いと思うんですよね。食べログ100名店にも3年連続で選ばれていて、ミシュランプレートにも選出されている人気店です。ランチの時間帯になると大変混雑してきます。こちらは何がすごいかと言いますと、名物は冷たいすだちうどんです。この冷たい出汁と柑橘系の香りですっごく爽やかな味わいになります。またランチは小さいビールがサービスでついてきちゃいます。なのでおつまみ欲しいなと思って僕は雲仙ハムカツを頼みましたが、これがまた絶品でした。粗挽きでゴロゴロしたミンチのようなハムで脂が乗っててめちゃくちゃジューシーです。それを厚切りのハムカツにしちゃうんだから、そりゃ美味しいですよね。博多といったらこってりしたものが多いんですけれども、胃が疲れてるなと思ってちょっとあっさりめのランチが食べたいと思ったらぜひこちらを行ってみてください。7軒目は川屋。こちらはどんなお店かと言いますと、焼き鳥の川焼きで有名なお店です。食べログの100名店にも選ばれていて人気なお店なので予約は必須です。お店に入るといきなり大量の皮が積み上げられているのが分かります。名物というのもあってか、周りのお客さんはですね、皮を一気に10本ぐらいオーダーしてるっていう人もいました。で、皮焼きなんですけれども、やや甘辛い味付けで外側がカリカリしてて内側は皮の脂身でジューシーです。すごく癖になる味わいでビールがもうどんどん進んじゃいます。他のメニューも無難に美味しいんですけれども、旅行で来てる方は名物の皮だけ食べてはしごするっていう前提で行くことをおすすめします。8軒目は雲仙。こちらは天神にある有名な屋台です。ここで僕がおすすめしたいのは締めの豚骨ラーメンです。背脂が控えめになってて臭みとかくどい油が全然なくって、美味しい豚骨の出汁とごまの風味がたっぷりと感じられてとても美味しいです。スープもグビグビ飲めちゃうような味わいになってます。以上が博多旅行でおすすめのお店でした。行ってみたいと思うお店があったら高評価をお願いします。このチャンネルを応援したいとか今後の動画を見てみたいっていう方はチャンネル登録をして今後の活動を見逃さないでください。リクエストや疑問点もあればコメント欄にどんどん書き込んでください。それではまた。